ター・ウォーズで一番好きなキャラクターは自分ダントツでダースモールなんですね。先に行われたスター・ウォーズ・セレブレーション・ジャパン2025において発表されたこのダースモールが主人公のアニメがね、来年2026年に配信予定ということで、もうね、嬉しすぎてですね、それを勝手にお祝いしようと思いまして、このブラックシリーズのダースモールが、これだけは開封してあって、この2体が未開封で置いてあったんで、これを機に、今回はフィギュアレビューというよりは、ダースモールの魅力を語りつつ、ただただモールで遊ぶ動画を撮ろうと思いましてね、そんな感じで今回はやっていこうと思うんですけど、その前にですね、一つだけご了承願いたいことがありまして、スター・ウォーズはカノン、聖史ですね、と、それ以外のレジェンズというものに分かれるんですが、そんなん知らんがなと個人的に思うわけで、この動画内ではまどろっこしいんで、どっちかどうとかはもうなしでいきます。すいません、そこだけお願いします。では、これから開けていこうか。というかもうこれ開いているんでね。よいしょ。これは、クローンウォーズの時のモールですね。よいしょ。はい、かっこいいですね、相変わらず。ダースモールはやっぱり。ほほほ。で、次に、これが、バトルフロント2というゲームですね。自分ゲーム未プレイなので、このモールがどういう立ち位置なのかちょっと分かりませんけども、オールドマスターとありますね。よいしょ。どんな感じでしょうか。よいしょ。あ、このタイプですね。ミイラタイプ。ちょっとこれ、また後ほど開けますね。そして、これがですね、去年2024年後半に発売された結構新しめのやつというか、現時点では最新のモールになるかな。よいしょ。よいしょ。出てこい。ダースモール。あれ？よいしょ。おほほ。これはね、もうご覧になって分かる通り、ファントムメナスのモールですね。よし。ではね、これらをすべて取り出していきたいと思います。今所有しているダースモールをざっと並べてみたんですけど、一番左にあるのがバンダイの SH フィギュアーツ。これね、発売が、2004年か5年のやつだったかな。一番最初のフィギュアーツのダースモール。これね、はっきり言って、今見ても何の古臭さも感じない。頭部の造形及びデジタルプリント精度がめっちゃ高い。で、右にあるのが今回開けたファントムメナスで、バトルフロントゲームですね。で、クローンウォーズ。そしてこの一番右にあるやつはですね、シスアプレンティスモール。アプレンティスとは、要は、パダワンですね。練習中なのか、上半身裸ですね。コミックで戦闘中に服破れてこんな感じになる場面もあるんで、実質バトルダメージバージョンとして遊べるんですね。フィギュア的にはこれブラックシリーズなんですけど、ルーカスフィルム50周年記念アイテムとして発売されたやつだったかな。これね、めっちゃかっこよくて今でもずっと遊んでますね。ダースモール。短い角が数本生えているのが特徴のザブラクという種族。
モールの肌はもともと赤一色だったんですけど、幼少期の頃、このダース・シディアスに引き取られ、シス・アプレンティスとなり、過酷な訓練と運命に身を投じることになるんですが、その時にこのシディアスにモンモン入れられるんですね。モンモンわかりますかね。入れ墨ですね。なのでこの黒い部分はタトゥーなんですね。そんなダースモールの魅力を今から語っていくんですけども、ここが好きだよダースモールその1、強い、めちゃくちゃ強い。ライトセーバー第7の型、寿陽の使い手。ライトセーバーの型には大きく分けて7つ存在していて、その7種の中でも最も習得が難しいフォームがフォーム7寿陽。マスターした者はほとんどいないと言われている。そしてテラス可視という武術も習得していて、フォーム7にテラス可視を組み合わせたその動きはもう異次元レベルで、物理法則を無視した動作はヨーダとかもできるんですけど、それとは違う凄みがあるんですね。ただし最強フォームを習得したから誰よりも強いとはその限りではないんですけども、映画ファントムメナス見た方ならその強さと先にも言った変態的な異次元の動きを理解してもらえると思うんですけど、劇中ジェダイマスタークワイガンジーンとそのパダワンのオビワンケノービを相手に飢餓熟すや真っ向から一人で挑むんですね。でこっからね、個人的にめちゃくちゃ好きなシーンがありまして、まずねクワイガンジーンを仕留めるんですね。こうパッパラパッパッ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 とこうえいっとね差し貫く。でこっからなんですけど、クワイガンジーンを倒した後くるっとオビワンに向かって斬新してるんですよね。斬新わかりますかね。武道経験者ならわかりますかね。その時オビワンはレーザードアによって阻まれてこっち来れないの分かっているのに、ちゃんと敵の襲撃に備えて斬新してるんですね。まさに武道家ですよね。しかもね、ジェダイマスターとパダワンの2人とあれほど切り結び、アマツさえマスターの1人をほふったにもかかわらず息一つ乱していないどころか笑みすら浮かべているんですね。恐ろしいですね。強いですね。でここからは裏話的なことになりますけど、結構有名なエピソードなんでご存知の方多いと思いますがね、ダースモール役のレイ・パークという俳優さんなんですけど、もともとはスタントマンとして映画に参加していたんですが、監督のジョージ・ルーカスがそのレイの動きを見て、君もうダースモールやっちゃいなよの一言でモール役に決まったのだとか。でレイ・パークはファントムメナス後もいろんな映画に出演していましたよね。それこそすいません、ここちょっとネタバレになりますよ。いいですか。ネタバレになりますよ。2018年公開の映画ハンソロにおいて再びダースモール役を演じていましたよね、レイ・パーク。そしてちょっと話の時系列が前後してしまうんですけど、2000年公開の映画 X メンでトードというミュータントを演じていまして、で時が経ちまして去年ですね、2024年デッドプール・ウルヴァリンでその2000年 X メンのキャラがカメオ出演していましたよね。セイバートゥース出ていましたよね。でね、俺それ見た時、トードどこレイ・パークいるってね、前のめりになって画面探し回っていましてですね、そしたらね、レイ・パーク出演していましたね。劇中ではほとんど映らなかったんですが、クレジットされていましたね。いや嬉しかったですね。ここが好きだよダースモールその2、忠実すぎてシスに向かない超勤勉で超真面目。ダース・シディアスに引き取られて以来、モールはシディアスに陶酔し、その忠誠心は半端なものではなく、マスター・シディアスのためならスイカも辞さないマスター大好きマン。故に裏切りと陰謀などを含め、支配力や権力力を秘めてこそのシスなのに、それらを一切持ち合わせていないモールは、シディアスにとってはさぞ不甲斐なく映ったのではないかな。ただ、モールの力そのものには絶対的な信頼は置いていたんですよね。それにシスは世の中に常に2人しかいないんでね。
必須なのに忠実という矛盾、そして家族思いというね、ある意味モールはスター・ウォーズ中誰よりも純粋ではなかったのではないでしょうかね。その純粋さがあればライトサイドに行くのも可能ではあったと思わないでもないんですが、でもライトサイドのモールは見たくないですよね。悪に徹してこそのモールと思うんでね。ここが好きだよ、ダースモールその3。すぐ油断し慢心する憎めないやつ。まあ爪が甘いというか画量転生を書くと言いますか、これから話すのはモールに対しての俺の個人的解釈の例え話ですよ。いいですか？ For example の話ね。例えばある時ですね、ダース・シディアスが来まして、おいモール君、ちょっと近所のパン屋でアンパン1個買ってきて、わしね今めっさ腹減っているから5分以内でねって言った場合、モールははい喜んでと間髪入れず答える。シディアスのためなら何でもしますからね。ですけどね、内心はなんで俺がアンパンごとき1個と思うわけですよ。つまり自分の力量に任務の難度が満たないと自己判断するや不満を抱くんですね。1個と言わず100個と言ってくださいマスター。その100個3分後に持ってきますよと。でパン屋に向かうモール君なんですが、ここで油断というか慢心しがちなんですね。買い物に行くときはゆっくり歩いて、帰りはホースを使って瞬時に帰ろうと。俺のホースをもってすれば1分とはかかるまいと。でパン屋に着いてアンパンを探すんですけどない。店員さんに聞くと、すいません、ほんのさっき売り切れたばかりで、あと5分で新しいの焼き上がりますのでと。ここでね、モールは迷うことなく、申し訳ありませんマスター、アンパン寸前で売り切れてしまいましたと正直に報告する。ほうれん草は大事ですからね。それに嘘なんか通じないの分かってるし、マスターに嘘つくなど考えもしない。ダース・シディアスは厳しくて時に体罰はするけど、決してパワハラ上司ではないと思うんですね。個人的に連絡を受けたダース・シディアスは、じゃあ10分待つわ、ええよええよと多分言うと思う。この買い物もともと30分ぐらいの猶予はあったんでしょう。まだ腹はそんなに減ってなかった。シディアスにとってどんな簡単な任務であれ失敗は許されないんですね。故に単なる買い物にも虎の子のモールを活かせたわけですね。そして5分後にアンパンが出来上がり、店員さんが袋ご入り用ですかと言うと、モールはいいらないはよとパンをムンズとつかみ帰路に着いたら、途中大雨に見舞われて哀れアンパンがずぶ濡れとまあそんな感じでファントムメナス劇中でその油断が命取りになるんですよね。でもそんなところが愛くるしい。ここが好きだよダースモールその4。絶対に諦めない鋼の魂の持ち主。ファントムメナスのナブーの戦いにおいてオビワンに銅を真っ二つにされたにもかかわらず、フォースを使って一命を取り留めたモールは廃棄施設で亡くなった下半身を雲のような機械の6本足で補い、オビワンへの復讐を誓いながらゴミためをさまよい続ける。その期間なんと10年。その10年で正気を失いながらもなんとか復活したモールはいつもの油断する性格を改めたのか慢心することはなくなるんですね。そしてクローンウォーズが始まり、ここからモールの大快進撃が始まるんですね。クローンウォーズ時代こそこのモールの真骨頂と言っていい。波乱万丈、艱難しく起承転結の半生が始まるんですね。犯罪組織を立ち上げ暴れ回ったり、国の政権を奪い取って星一つ丸々掌握したり、暴れすぎて脅威とみなされ、かつてのシディアスにボコボコにされた挙句、愛する弟を奪われたり、何をしてもうまくいかず、どれも三日天下。何度も死神が彼の肩を叩くんですが、その死神の腕をひねり上げ振り払い、執念が即下を支え何度でも立ち上がる。そして最終的にタトゥイーンにおいてオビワンとの一騎打ちとなるんですけども、その結果はいかにと。
そんな感じで何度失敗しても立ち上がる不屈の精神と鋼の魂の持ち主。わずかな力が沈まぬ限り涙はいつも振り切れると歌の歌詞にもありますが、まさにそれを体現するキャラクターではなかろうか。はい、ということでね、自分的にダースモールへの愛をいろいろ語ってきたわけですが、作中屈指の人気キャラクターなんで、周知の事実を語るだけになったかもしれませんが、お付き合いありがとうございました。ダースモールアニメね、来年2026年かな。楽しみだけど一つだけ不安な点があって、このモール人気があるだけにそのアニメで善人に描かれがちになってしまわないかなっていうのがあってね、モールはやっぱり悪なんですよ、純悪。そういう意味ではクローンウォーズのモールの描き方すごく好きなんですよね。悪に徹底している。その辺はね、近年のスター・ウォーズ作品を見るにつけ心配はないかな。期待しよう。ではね、今回も本当にありがとう。バイビー。